こんにちは。今回は首の周りからぐるぐると編んでいくすごく簡単なセーターを作っていきます。ちょっと前にも作ったんですが、今回は袖を長くして、あと背中をちょっと一部だけ長くして襟元の形が整うようにしました。あと前身頃の脇の下をちょっと減らし目をして、ここも形が整うようにしました。でこれは試しに編んだもので、この部分はポストカードのグレー、これを使って編んでいるんですが、これから編むものはメランジテイストのダークベージュで編んでいこうかなと思います。で使う糸はこのダークベージュ、ダイソーさんのメランジテイストのダークベージュで 50g で約90メートル、アクリル 100% でバーコード、もう一色は同じくダイソーさんのメランジテイストのベージュ 60g で約108メートル、こちらもアクリル 100%、 首のところからをこのベージュで編んで、裾の方とかもうちょっと長くもこっちのダークベージュで好みの分だけ編んでいこうと思います。使用かぎ針の目安が7号から8号なんですが、今回はちょっとゆったりめに9号で編んでいきます。 5.5 ミリです。あとはマーカーととじ針を使います。まず首のところを編んでいきます。普段なら鎖を編んで輪にして中長編みとか長編みを編んでいくんですが、今回は鎖と中長編みを一緒に編んでいく方法で編んでいきます。で輪にして首の部分にします。この編み方は伸縮性があるので抜いたり着たりが楽なのと、あと縁の部分が硬くならないで綺麗にできるので面倒なんですが、今回はこれで編んでいきます。作り目の数についてですが、どんな比率でも大丈夫なんですが、この3対5が無難でどんな方でも綺麗に見えると思うので、今回はこの3対5のパターンで編んでいきます。これは64目から16の倍数を増やしたり減らしたりしていきます。でややこしいのでいくつか書いてみました。でこれでなくても大丈夫なので好きな比率にして好きな感じにしてください。16の倍数だとちょっと刻みが大きいので好みの数にしてください。一応今回はこの64目のパターンで編んでいきます。3対5だとだいたいこういう感じになります。丸首とボートネックの間のイメージになると思います。でこれで編んでいきます。伸びる中長編みを編んでいきます。まず糸端を15センチぐらい残して鎖を3つ、ちょっとゆったりめに編んでいきます。1、2、3、1つ目の鎖に針を入れます。この時はちょっと横にする感じで横から入れる感じ、2本の糸の下
ちが2本でこっちは1本で、糸を引っ掛けて出してきます。これを中長編みでするので、ちょっと戻って針に糸を絡めて、で1つ目の鎖で引き出して、引き出す長さは鎖1つ分、3本あるうちの1本からだけ引き抜きます。これで鎖が1つできました。一回確認してもらうと、この糸端の両脇にある糸が1つ目の鎖、こことここ、これが1つ目の鎖になります。鎖が1つできたら、次は中長編み。鎖1つと中長編み、鎖1つと中長編み、ずっとこのセットで編んでいきます。で、糸が出ているところを指で軽く押さえます。で、3本を一度に引き抜いて、中長編み、これで鎖1つと中長編みが1本で、もう一回1つ目の鎖を見てみます。さっき見てもらったように、糸端の両脇が1つ目の鎖。いつもとちょっと形が違うので分かりにくいんですが、これがつながって、ハートがつながるみたいにつながっていって、鎖の形になります。で、最初の編んだ鎖3つ、下から3つ目にマーカーをつけておきます。最初の鎖は中長編み1本の代わりになります。後で数えにくいのでマーカーをつけておきます。1、2、3で、また鎖1つと中長編み、鎖1つと中長編みと編んでいきます。次、中長編みを編むのに1つ目の鎖を指で押さえます。1つ目の鎖は糸端の両脇の目、この2本の糸、ここを指で押さえて中長編みをするので、針に糸を絡めて、で指の下にある1つ目の鎖、指の下を探して2本の糸の下に針を入れます。指の下にあったこの2本の糸、これが1つ目の鎖、糸を引き出します。3本になったら1本からだけ引き抜きます。1本から引き抜いて、これで鎖2つ目、1、2、次は中長編み、糸が出ている2つ目の鎖を指で軽く押さえておきます。で、中長編み3本を一度に引き抜いて、これで鎖と中長編み、これを繰り返していきます。2つ目の鎖を指で押さえて、で中長編みをするので絡めて、指の下ここぐらいにあるので探して、ここ
一つ目の鎖の延長線上にあります。これが二つ目。糸を出してきて3本のうち1本からだけ引き抜きます。これで3つ目の鎖。次は中長編み。3つ目の鎖を指で押さえて3本を一度に引き抜きます。これで中長編み。また鎖を指で押さえて絡めて指の下で、この延長線上に2本の糸があるので、ここから糸を出してきます。3本になったら1本からだけ指で押さえて中長編みで、また絡めて指の下こんな感じで必要な分だけ編んでいきます。これから輪にします。今回私は64目で編んでいくんですが、ここまででは63本で、くっつけるときにもう1本出来上がるので、そしたら64本になります。必要な本数から1本少ない本数まで編んで手輪にします。80目にするときには79目まで、で112にするときには111までで輪にしながら1本作ります。で輪にします。今までと同じように下の鎖に針を入れて絡めて、下の鎖糸を出して3本になったら、今までは端の1本からだけ引き抜いていましたが、この3本のまま鎖を作らずに反対側、この糸端を引っ張ると小さな三角が見えるので、ここに針を入れます。でこの時長い糸端が向こうになっているようにします。で三角に針を入れます。で引き抜きます。長い糸でまず三角から引き抜きます。引っ掛けて三角で、もう一回3本の一番端、今まで鎖を作っていたところ、ここも一緒に引き抜きます。ここと
三角と鎖のところで引き抜いて、あとは中長編み、この3本を一度に引き抜きます。これで鎖1つと中長編みが1本で、最後に鎖の下から3つ目ですが、中長編み1本分、ここに針を入れて引き抜きます。2本の糸の下で引き抜いて輪が出来上がります。これで64本の輪、今糸が出ているところにマーカーをつけておきます。これが1つ目。この下が鎖になっているところが1つ目。ここから20目数えます。2、4、5と、ここまでが20目。20目数えたら次の目にマーカー、20目目ではなくて20目数えたその次の目、マーカーを含めて数えて20目数えたら次にマーカー21目目で、またここはマーカーを含めて12目数えます。12目数えたらその次にマーカー、12目目ではなくてその次、こういう感じになります。でまた次の辺、マーカーを含めて20目、20目数えたら次にマーカーを含めて12目とここが12目、その次にマーカーでもうついているのでこういう形になります。ここから編み始めます。今糸が出ているところを長い辺の始まりにします。でこの最初の糸端を長めに残してもらったんですが、伸びる中長編みの時、下のところがちょっとずれているように見えるので、この長めに残した糸端で最後にこう通して形を整えたいと思います。これは後でしていきます。まずこのマーカーのついているところで増し目をしていきます。でここは中長編みですが、これからは長編みで編んでいきます。針を戻して鎖を4つ、下から3つ目にマーカー、これは長編み1本の代わりです。鎖の根元に長編みを1本、鎖の根元はここなのでここぐらいに長編みを編んでいこうかなと思います。
絡めて長編みなので2本ずつ引き抜きます。これで鎖4つと長編みが1本。次からは1つの目に1本ずつ普通の長編みをしていきます。今編んだ隣の目、で長編み、隣の目にも普通の長編み、で次もこれが増し目になっています。次またマーカーのところで増し目をするので、そこまで普通の長編みをしていきます。一つの目に1本ずつ長編みをしていきます。ここからスタートしてマーカーの手前まで編んできました。こっちで見るとここからスタートしてここで増し目をします。マーカーのところに長編みを1本、ここにで鎖を1つ、同じところに長編みを1本、さっき編んだ長編みと同じところ、これで一つの目に長編みと鎖と長編み、これが増し目になります。これ以降はまた普通の長編み、マーカーはつけなくても大丈夫だと思います。でこのまま次のマーカーのところまで編んでいきます。これ以降も増し目の仕方は全部同じです。次のマーカーはこの目、増し目をします。マーカーのついた目に長編みを1本、鎖を1つで、同じところに長編みを1本、で増し目ができました。次からは普通の長編みで、また次のマーカーのところまで編んでいきます。同じように増し目をするので最初のところまで編んでいきます。マーカーのところまで編んで、また増し目をして最初の手前まで編んでいきます。一周してきたら最初の鎖に引き抜きます。最初の鎖の下から3つ目、これで2周目が終わりました。次は3周目、今増し目をしたところにまた増し目を続けていきます。この三角のスペースから糸を出したいので、この三角に針を入れて糸を引き出します。引き抜いて、これで三角から糸が出ました。
ここから鎖を4つ、1、2、3、4、下から3つ目にマーカーをつけておきます。1、2、3、同じ三角のスペースに長編みを1本、三角、三角の上に三角ができました。次また1目に1本ずつ長編みをしていきます。次に長編みを入れるのはこの長編みの頭、今三角を作ったすぐ隣、こっちではなくてここになります。長編みの頭があるので、ここに1本目の長編み、で次からまた三角を作ってからすぐ長編み、でまた一つの目に一つの長編みをマーカーのところまで続けます。マーカーついてないので三角のスペース、次の増し目のところまで編んでいきます。次の三角の手前まで編んできました。ここで一旦数を数えてみようと思います。さっき編んだ三角の左側1本から数えていきます。ここから2、4、と2、22本。さっきは20本だったので2本増えたことになります。1周ごとに2本増えていきます。で22本あったら三角を作っていきます。ここからすごく簡単で、この三角に三角を作ります。この三角に長編みを1本、で三角を作るので鎖1つ、同じ三角に長編みを1本、これで三角に三角、長編みと鎖と長編み、次からまた一つの目に一つの長編みをしていきます。でちょっとややこしいのが、次の長編みはすぐ隣、ここに長編みの頭があるのでここに長編みをします。ここに三角の左側の長編み、ここに入れ忘れるとこの増し目がちょっと変わってきてしまうので、忘れないように長編みをしていきます。でこのまま次の増し目のところまで編んでいきます。でまた三角に三角、三角の真ん中に長編みと鎖と長編み、で三角に三角、次はこの左側の長編みの頭に長編み、
こからまた一つの目に長編みを1本ずつ編んでいきます。で増し目の方法は同じなので、またぐっと編んでいって増し目で最初のところに戻ってきます。で同じなので最後にもう一回だけこの始めのところを編んで終わりにします。一周編んできたら鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで3周目が終わりました。次また三角を作っていきます。で三角の中から糸を出したいので、針を入れて糸を出してで引き抜きます。で三角から糸が出てきたので三角を作ります。鎖を4つ、で下から3つ目にマーカーで三角に針を入れて長編みを1本、でここからは長編みを1本ずつ三角のすぐ隣で次もすぐ隣に長編みをしています。次からも1本ずつ編んでいって、三角のところでは増し目をしていきます。こことこことここで増し目を続けて広げていきます。これを好みの長さになるまで編んでいきます。こういう感じで広がっていきます。肩にかけてみて好みの長さになるまで確認しながら編んでいきます。糸が短くなったら新しい糸に変えます。変えるタイミングは長編みの途中までの長編みを編みます。最後に引き抜くのを新しい糸で引き抜きます。これで長編みが完成しました。この糸端は後で針で糸始末します。でここからまた長編みを続けます。12周編んできました。長さは約8センチ。この状態で着てみると肩よりも10から5センチぐらい出ている感じでした。でこの高さが脇の下と同じぐらい、ここまでが肩から脇の下ぐらいで、こことここに鎖を10目編んで筒にした時に入るぐらい、これぐらいで1回試してみたいと思います。でこことここを鎖10目でつないで、こっちも10目でつなぎます。でその前にちょっとだけしたいことがあって、今糸が出ているところは長い辺の始めのところ、ここからちょっとだけ長編みをしたいと思います。今出ているのは V の字の手前で、この V の字の真ん中から糸を出したいので、 V の字の真ん中に引き抜き編みで移ります。
これで V の字の真ん中に糸が出ました。ここから長編みをします。でこの時の長編みは鎖3つではなくて鎖2つと同じところに長編みを1本、でこれを長編み1本と数えます。普段は鎖3つで長編み1本の代わりにするんですが、ここでは鎖2つと長編み1本が1本分。ここから1つの目に1つの長編みをしていきます。隣の目はこの V の字のすぐ隣、次もこのまま一つの目に一つの長編みを次の V の字のところまで、この V の字の真ん中まで続けていきます。最初の長編みにマーカーをつけておきます。この V の字に入っている鎖ではなくて長編みの頭、ここが一つ目の長編みで、長編みを編んできて次の V の字の真ん中、ここまで長編みを編んだら鎖一つを編むようにして糸を切ります。でもう一回同じように編んでいきます。さっきマーカーをつけたところに針を入れて長編みをしていきます。同じところまでマーカーのついたところに針を入れて、糸を引き出してしまって一回結んで、同じところに針を入れて鎖を2つ、1、2、同じところに長編み、同じところ、これが一つ目の長編み。マーカーをつけておきます。でまた同じように一つの目に一つの長編みを編んでいきます。でさっきと同じところまで長編みを続けます。この V の字の延長線上、同じ数だけ長編みをしていきます。これで長編みの2段目が終わりました。で糸を切ります。最後の長編みの頭にマーカーをつけておきます。で今長編みをプラスした分を背中にします。でこっちが背中の方が少し長くなったので、元はこういう状態だったのがここが長くなったので、こういう感じでこういう感じになります。で次はこの V の字と背中の方のマーカー、こことここをくっつけます。こうして鎖編み10目、反対側も V の字とでマーカー、この長編み2段の上の長編みの頭、
こではなくてここと V の字を合わせます。こうして鎖で一回合わせてみます。でマーカーのついているところ、2段目の長編みの頭、糸を引き出してしまって鎖編みをします。長編みの頭で10目、1、これで10目。反対側のマーカーのところで上から針を入れて引き抜いてくっつけます。引き抜いてで糸を切るので鎖1つ、でこの状態になったらもう一度頭を通してみて、で腕も通してみて通るかどうか確認します。ここが袖で、もしきつかったらこの鎖の長さを調節します。ここを減らしたり増やしたりしてみてください。反対側も良ければ反対側も同じようにマーカーとマーカーのところをくっつけます。こちら側は V のところで、反対側はこの長編みの上の段、こことここを鎖10目でくっつけます。袖の部分ができました。次は胴体の部分に移ります。ここができたので、これからはここの部分をぐるぐると編んでいきます。で、前身ごろにマーカーをつけておきます。さっき長編みを2段プラスした方は背中、その反対側前身ごろにマーカーをつけておきます。 V の字の近く、 V の字の中心よりで、こっちも同じように V の字の中心よりで、鎖編みが終わっているので胴体部分を編んでいきます。で、目立ちにくいところからスタートします。この脇の下に当たるところから編んでいこうと思います。切る方向から見ると右手の下の背中の方、こっちが右手で、ここ右手の右腕の脇の下になります。新しい糸を持ってきます。で、また一旦糸を引き出してしまって一回結んでおきます。同じところに針を入れて鎖を2つ
同じところに長編み、でこの今の糸端、これを編みくるんでいこうと思います。針の上に乗せて、で長編みをします。これが1本分の長編み。マーカーをつけておきます。で次は鎖の一つ一つに長編みを編んでいきます。でこの時は鎖に3本糸があるうちのこっち側が2本、こっちが1本と、裾の方が2本で上は1本で、今の糸で、他の糸も編みくるんでも大丈夫なものは編みくるんでいきます。で次もここが最後の鎖。ここと次の V の字の真ん中で減らし目をします。ここで未完成の長編み、次も未完成の長編み。未完成の長編みは全部引き抜いてしまわずに、3本あるうちの2本から引き抜いて、このまま次の未完成の長編み、この V の字の真ん中に針を入れます。また未完成の長編み、3本あるうち2本からだけ引き抜いて、未完成の長編みが2本、これを一度に引き抜いて減らし目。これで一つ目が減りました。でこれからあと 2,3 周ここで減らし目をします。この前身ごろの手前と一応分かりやすいように、今減らし目をしたところにマーカーをつけておきます。これ以降は普通の長編み、 V の字のすぐ隣に長編み、でこのまま次の V の字の手前まで編んでいきます。前身ごろの端の方まで来ました。次は V の字とあと一つ目の鎖で減らし目をします。まず V の字の真ん中に未完成の長編みで、この編みくるめそうな糸は編みくるんでいきます。未完成の長編み、次は一つ目の鎖に針を入れて未完成の長編み、これで未完成の長編みが2本、一度に引き抜いて減らし目、こことここで2箇所減らし目ができました。次は鎖の上に長編み、一つの鎖に一つの長編み、
ちまで編んでいきます。これが最後の鎖ですが、普通の長編みをします。で次も普通の長編み。減らし目をするのは前身ごろのところだけ、2箇所だけ減らし目をします。背中の方ではしません。でこのまま長編みを編んで、最初のところまで、編み始めたところまでずっと編んでいきます。一周してきたら最初の長編みに引き抜きます。これで胴体部分の1周目が終わりました。次は2周目。ここから一つの目に一つの長編みを続けていきます。前の周で減らし目をしたところまで来たら、その目とその手前で減らし目をします。未完成の長編みで、こっちにも未完成の長編み。でこれを一度に引き抜きます。と袖寄りの方に減らし目ができていきます。でここからは普通の長編み。前身ごろの端まで編んでいきます。ここから編み始めて前身ごろの端の方、今度はマーカーのついたところとその奥、袖寄りの方と一緒に減らし目をします。この手前にはしないで、マーカーとその奥の方、袖の方に寄っていく感じです。こっちはマーカーとその手前、こっちはマーカーと奥の方、前身ごろの中心には寄っていかないで、反対袖の方に寄っていきます。なのでマーカーの手前は普通の長編みで、次は減らし目。次からは一つの目に一本ずつ長編み。この2箇所でだけ減らし目をします。でこれをあともうちょっとしようかなと思います。編みながら見ていきたいので、しばらく編んでからどれぐらい編んだかをお伝えしたいと思います。でこのまま長編みを続けてぐるっと編んだら、また鎖2つと長編みでぐるぐると編んでいきます。前身ごろの端の減らし目は結局3周で終わりにしました。これ以降はずっと一つの目に一つの長編みを続けていきます。でしばらく好みの長さになるまで編んでいきます。ここから測って約35センチまで編んできました。そろそろ色を変えようと思います。でその前に今と同じ色で細編みで1周だけしようと思います。
長編みの次に鎖1つ、同じところに細編み、1つ目にマーカー、隣にも細編み、ここから1つの目に1つの細編みで1周します。でぐるっと編んで戻ってきます。1周してきたら新しい糸に変えます。これは材料紹介の時と違う糸なんですが、使おうと思っていた糸が同じ種類なのにだいぶ太さが違っていたので、こっちと変えてみます。で最後の細編み、最初の細編み、引き抜く時に新しい糸で引き抜きます。これが新しい細編み、後ろに当てて、これで糸が変わりました。でこの糸でもう一周細編みをします。根元に細編みで、編みくるめそうな糸は編みくるんでいきます。一つの目に一つの細編みを続けます。そのまま長編みを続けるよりも、一回細編みを間に挟むと境目がきれいにできると思います。今回はこれでやっていきます。でこれで一周します。細編みで一周してきたら引き抜きます。でまた長編みに戻ります。鎖2つ、同じところに長編み、で次も長編みをして、ここから一つの目に一つの長編みを続けます。一周編んだら最初の長編みに引き抜いて、また鎖2つと長編み、これを繰り返して好きな長さになるまで編んでいきます。しばらく編んできます。色を変えてから約14センチ編んできました。この部分は7色彩色2本で編んでいて、途中から糸が足りなくなりそうだったので、元に紹介していたメランジテイストのダークベージュ、これを1本とこれ1本を一緒にして編んでいます。ちょうど3色になっていいかなと思ったんですが、大して色が変わっていなかったので、最初からこれで編んでもよかったかなと思っています。最後に細編みで終わっています。長編みを編んだ後に細編みで一周しています。糸始末をしていきます。最後の細編みから糸を出しています。最初の細編みのその隣に針を入れます。これが最初の細編み、次の細編みの頭、横から手前から向こうに針を入れて、で最後の細編みの頭に上から
針を入れます。ついでに下の編み地も通って、頭と下の編み地も通って、今渡した糸が、この糸が一目に見えるように大きさを調整します。でその後は見えないところで隠していきます。で糸を切ります。これで裾の部分が出来上がりました。次は袖を編んでいきます。で次は袖を編んでいきます。着た時に左側になる方を編んでいきます。で袖はあまり難しくなくて、このくぼんでいるところを何箇所か減らし目をしていくだけです。こう減らし目をしてなだらかな形にしていきます。2周だけ減らし目をしていきます。で鎖の数は人によって違ってくると思うんですが、こっちが前でこっちが背中の方、10目あるうちのちょっと背中寄りの方から始めます。背中寄りの方が目立たないと思うので、ちょっと背中寄りからスタートします。多少違ってても、本数が違っていても、位置が違っていても大丈夫です。で新しい糸、で同じところ糸を出してきて、鎖を3つ、今までは鎖2つと長編み1本を長編み1本と数えてきましたが、ここではこの鎖3つを長編み1本としていきたいと思います。1本編んだら隣に長編み、で1本目にマーカーをつけておきます。次も長編み、で次は減らし目をしようと思います。未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中なので、3本あるうちの2本から引き抜いて、これが未完成の長編み。次も同じように未完成の長編み、この未完成の長編み2本を一度に引き抜いて減らし目、次また減らし目をします。次は未完成の長編みを3本、
こことこことここから未完成の長編み、今の隣の目、で次はここ、この未完成の長編みを一度に引き抜きます。これで減らし目。ここは2本で、ここは3本。ここが特にえぐれていた場所だったので3本にしました。次は2本。減らし目の数や位置は違っていても大丈夫です。最後に左右の袖の太さが同じであればどんな数でも大丈夫です。次からは普通の長編みをしていきます。ここで私は2本を1回、3本を1回、2本を1回で減らし目をしてから普通に反対側まで編んでいきます。反対側まで来ました。次は V の字とその手前で減らし目。次は V の字。これで減らし目。次はこことここで減らし目をします。ここに入れるとちょっと目立ちそうなので、この真ん中らへん、こちら側が2本以上になるようにします。で、未完成の長編み、もう1本はここに入れます。で、減らし目。次はこことこことここで減らし目をします。ここに鎖があるので、鎖のこっち側が2本以上で未完成の長編みで、ここで未完成の長編みをもう1本、ここ鎖10目編んだ端の目、これで未完成の長編みが3本。これを一度に引き抜きます。これで減らし目。2本を一度にしたものと2本を一度にしたものと3本で、ここからは普通の長編み、ここに2目残っているので、減らし目の数や本数は違っていても大丈夫です。反対側と太さと長さが揃うようにします。それが同じであれば大丈夫です。これで袖の1周目が終わりました。この鎖は下から3つ目。次は2周目。また鎖を3つ。袖の部分ではこの鎖3つを長編み1本にします。隣に長編み、普通の長編み、
次もで2周目ではまたこのくぼんでいるところに減らし目を1回だけします。なのでここでしようと思います。なのでここは普通の長編み、次で減らし目、だいたいこのくぼんでいるところでしていこうと思います。でこれ以降はずっと反対側まで普通の長編みをしていきます。で反対側まで編んでいきます。反対側でもくぼんでいるところに減らし目を1回、これで減らし目が1回、次は普通の長編み、最初の長編みに引き抜きます。下から3つ目の長編み、鎖、これで2周目が終わりました。次からは全部普通の長編みをしていきます。鎖3つ、隣に長編み、で次も長編み、このまま一つの目に一つの長編みを続けます。で一周したら最初の鎖に引き抜きます。でまた鎖3つで立ち上がって必要な長さになるまで編んでいきます。で長袖でも七分でも好みの長さにしてください。で私は半袖にしてみました。脇の下を測ってみると10センチぐらい。これは好みで決めてください。左右の長さが揃うように太さも揃うように編んでいきます。袖を編んできました。首のところから測って約32センチで、脇の下から曲がっているところから測ると約10センチ。これは好みの長さにしてください。で最後は細編みにしています。細編みで1周だけしていて、糸始末して糸を切ります。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み。次の細編みに針を入れます。端から1、2、2つ目の頭、手前から向こうに横からで最後の細編みに戻ります。最後の細編みの上からこの輪になっているところに入れて、ついでに下の編み地も通って大きさを揃えます。今渡したこの糸が
一つの目に見えるように大きさを揃えて、でそれから見えないところで隠します。でこれで袖が出来上がりました。で最後にこの最初の作り目の時の糸端、この糸端を始末したいと思います。輪にした時にちょっとずれてしまっているように見えるので、今糸端が出ているところからこの輪の中を通ってくっつけていきたいと思います。糸をちょっと通してみます。ちょっとつながった感じになったら糸端を隠して終わりにします。ほどけないように何回か通して、これで出来上がりです。サイズを測ってきました。首のところは約62センチ、首のところから袖までは32センチで、袖のところは30センチで、脇の下までは10センチ、上から下までは、一番上から下までは52センチで、この前のこの部分からは47センチ、横幅は畳んだ状態で44センチ、裾は7センチの7センチ、どちらかというとフィットする感じのサイズだと思います。今回袖を作っているので、ここら辺がちょっと歪んでしまうんですが、減らし目を何回かしたりして形を整えています。ちょうどいい具合になったと思います。でこの袖は今回半袖なんですが、このまま長く編んでいくだけで
七分袖も長袖にも簡単にできます。で、今回袖後ろの方に長編みを2段プラスしていて、襟の形がきれいに整いました。ここがきれいになりました。いろいろ工夫してみたので、よかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。